人を好きになるということがわからないというお悩みです。30歳女性会社員のことですね。人を好きになるということがどういうことかわからないということがどういうことかわからなかったんですけど、細かく質問を聞いて現状を聞いていくとこんな症状があるそうです。みんなね人間なのでいいところとか悪いところとかある。でなので誰と恋愛しても誰と結婚しても同じでしょっていう感じが自分の中にあるっていうんですね。でそれをですねこの人がいいこの人がいいってあまり選ぶ必要があるのかどうか、異性に対してパッションが湧かないんでしょうかね。で今実際この方彼がいて好きなんですけどなんで好きかって聞かれるとわからない。でなんか好きなんでしょうけどどこか彼じゃなくっても一緒でしょっていうような感じがどこかであったりするのかな。そんなようなことが人を好きになるっていうことがわからないというお悩みです。この人の問題は逆に私はどっちかっていうともう好きってなると好き好き好きってすごいいても立ってもいられなくなるぐらいのめり込んでしまうタイプなので逆になんでしょうね、この人の悩み人を好きになるということがどういうことかわからないっていうぐらい冷静に異性を見られるっていうのは羨ましいですね。実際誰を選んでも一緒でしょっていうのは理屈から言えばそうです。そういうことなんですよ。A さんじゃなきゃいけないってことはないはずですね。付き合う人は B さんじゃなきゃいけないってことはないんです。日本人じゃなきゃいけないってこともないし、それが現実ですよね。ただ実際やっぱりこの方と直接もっと深く話してみたいなと思うんですけども、質問だけ見て感じることは、やっぱりね異常に恋は盲目みたいな感じで好き好き好きってのめり込んでいって好きだったのに私を裏切ったっていう人にとったらこの質問者さんぐらいクールな感覚で人には好きないいところもあるよね悪いところもあるよねそれひっくるめてみんな人間なんだから誰が特別好きってこの人じゃなきゃいけないっていうことじゃなくてもいいよねっていうぐらいの冷静な視点を持ってたらいいと思うんです。ただですねもしこれが人じゃなくて物事も含めてうわーこれはっていうこれはこの人とかこれをやってみたいのっていうようなことがないとしたら多分ちょっと自分でも物足りないかなっていう気はするのかもしれませんね。だしやっぱり寂しいっていうこともあるのかもしれませんし、本人そう思ってないかな、ね、けど好きっていうことってどういうことかっていうのを知ってみたいというのであればちょっと問題として可能性があるのは恵まれすぎてる可能性がありますね。多分魅力的な人なんだと思います。それは綺麗な人だったり魅力的などっかあるんだと思うんですね。ですから人を気がついたら彼氏がいるとか気がついたら物に恵まれてるとか食べるものもいつも苦労したことがないってなるとそれに対して自分が求める気持ちっていうのがないのでやっぱり当たり前になっていって好き好きとかこれじゃなきゃダメなのっていう感覚っていうのは当然薄れていきますよね。で恵まれると何かって言ったら一生懸命さっていうのがやっぱなくなるんですよ。でそこがやっぱり長い目で見て、そういうなんていうのかな一生懸命何かに取り組んだりっていう原動力になる熱がなくなってしまうと
年取れば取るほどちょっとこの淡々と生きるっていうことが逆に、生きる希望っていうのを失ってしまう状況に陥った時に非常にこうマイナスになってしまう可能性があるので、処方箋です。僕はね、こういう感覚って別に悪くないと思うんです。そういう人っていていいと思うんです。ただもしね、何かに誰かに熱くなれるっていうそういう感覚を味わってみたいなら、処方箋として最初は感情湧かなくてもいいけど、何かに手をかけるってことです。一生懸命何かを育てたり、一生懸命何かに関わったり、最初は面倒くさいと思ってもいいですよ。一生懸命自分が持てる力を誰かに何かに差し出そうとすると、当然自分の中でね、熱が出てくるんですよ。わかりますかね。ゆっくり歩いている時とダッシュしている時とどっちが体が熱くなりますかという話なんです。何かに対してダッシュしようと速度を上げる、体を動かすエネルギーが発生するんですね。恋愛に関しても一緒です。やってもらうだけじゃなくて、自分はこの人にこういうことをやってあげたい、こういうものを作ってあげたい、こんなことして喜んでもらいたいっていうふうにして、自分発で周りの人に自分の愛情っていうもの、自分のやってあげたいことっていうものを出そうとする。そのことによって自分自身の中に熱が生まれるんです。で、この熱がさらにもっとこういうことをしてあげたいっていう想像力になって、さらに多くの人たちに何かを与えていくっていう人になれるんです。でもこれが全くないっていうことは、ね、この人好きなのでこういうことをやってあげたいっていう気持ちが出てこないっていうことなんです。なので淡々とやってもらうことを受け入れていく、そういう感じになっていってしまうんですね。なので処方箋整理すると、最初はその熱っていうのはなかなか感じること難しいかもしれません。でも頭の中で汗かかないように歩くより、汗かいちゃうけど汗臭いかもしれないけど少し走ってみる。どういうことか、自分から誰かに対して何かやってあげようとするということです。こういうことしたら喜んでもらえるかな、こういうことしたらもっと笑顔になってもらえるかなっていうことをもっと一生懸命やってみるってことです。人に対して、彼氏に対して。で、そういうふうに生きてると同じような温度を持った人に惹かれるんです。人ってわかりますか。同じ世界に住んでるようで、実は全然、私も隣のおじさんも、隣の家に住んでるおじさんも、その隣の家に住んでるおばさんも全然違った世界に私たちで生きています。で、やっぱり似た者同士とか惹かれる者同士っていうのは惹かれてくるんですけど、この惹かれてくるっていうのは何に惹かれるかというと、熱に惹かれるんです。高い熱を発している人には高い熱の人が寄ってきます。低い熱を発している人にはやっぱり低い熱の人が寄ってくるっていう状態なんですね。で、もしですよ、ある程度魅力的な女性ですごい情熱的な男性が寄ってきたとしたら、それはその方の魅力的な部分に惹かれてるっていう、肉体的な魅力的な部分に惹かれてるっていうことの可能性が非常に高いです。ですからやっぱりね、何か自分が受け取るだけじゃなくて差し出すっていうスタンスでいろんなことに取り組んだり、付き合ってる彼に対しても取り組んだりっていうことをしてみることによって、もうちょっと多分恋愛とか好きとか熱くなる遺伝子っていうのに巡り合える可能性が高くなってきます。ですからちょっと処方箋として、今のままで別に構わないんであれば構わないと思います。悪いこと何も起きてないから。ただもし情熱とか愛情とか恋って何っていうことを自分がね経験したいっていう意味での興味であれば、ぜひ必死になれる何か、熱くなれる何かというものを自分発でやろうとしてみてください。そしたら好きとか温度っていうのが分かるようになってくると思います。そのことは絶対、
人生にとってねプラスになってくると思いますので、素晴らしい、エネルギーっていうのを自分の人生にもたらしてくれると思いますから、毎日自分が楽しいっていう状態になってくると思います。そんな意味でもともと冷静な視点を持って男性を見るっていうことができる方なので、逆にその反対の性質というのを自分の中に持ってみることで、もっと多分ね人生が面白くなってくると思います。ぜひ、熱い恋っていうものを体験できるといいですね。